これは私がまだ綾小路武芸学者の中等部に所属していた頃、つまり数年前のことだ。刀鍛冶である祖父と父に研ぎ師としての技術を教わりながら、私は一本の赤羽刀を研いでいた。その時研ぎ出したのが今も私の手にある実久光忠。私は自身が研いだお刀の適性を見出され、都市の道を歩むことになった。それは今も誇らしく感じている。はあ、参りました。お付き合いいただきありがとうございました。いやー、キトラはほんと強い。うちの御前試合の代表になるわけだよ。御前試合、私は応援には行けないけど頑張ってね。はい、代表に選ばれたからには綾小路の名を汚さぬように最善を尽くすつもりです。キトラは真面目だね。そして迎えた御前試合予選で当たった獅童真希との一戦。今でもあの瞬間は色鮮やかに思い出せる。そこまで。勝者平城学館獅童真希。決勝には及ばずですか。しかし彼女の剣はまっすぐでした。人たち人たちは強く重く、さばききれなかった。獅童真希、上には上がいると分かっていましたが、これを機にまた鍛錬を積むしかありませんね。キトラ、荒玉そっち向かったよ。任務中にほうけていただと。了解。これより対処する。逃がすものか。他の荒玉は？今キトラが倒したので最後だよ。そうですか。ではノロの回収ですね。そちらを手伝ってきます。キトラ先輩、どうしたんでしょうか。御前試合が終わってから上の空って感じの時がたまにあるよね。ちょっと心配だな。やはり己を見つめる際は一人でお刀の手入れをするのが一番ですね。無心で手を動かしているはずなのに、普段気づかぬ点を実久光忠が教えてくれている。そんな気さえしてきます。それにしても先輩や後輩にまで心配をかけるとは我ながら情けない。どうやら自分で言うのもおかしいですが、獅童真希に負けたことにいささかショックを受けているのでしょうね。慢心もなく万全で挑み敗れたのは悔しさはありますが、彼女の剣と対峙し実力を思い知らされました。剣の腕だけでは届かぬ領域があるのかもしれないと鍛錬を怠るつもりはさらさらありませんが、これから都知として私はどのような道を模索すべきでしょうか。そこまでは実久光忠も教えてはくれませんね。木々に隠れられて死角から来られては厄介です。開けた場所に出てそこで迎え撃ちましょう。幸い
荒玉は私たちを追ってきているようです。前回のような醜態は見せられません。集中です。全然嬉しくないけどね。でもキトラの言う通りにした方が戦いやすいよ。行こう。想定内の動きですね。では行動開始です。私がとどめを刺す役で本当にいいんでしょうか。先輩たちどちらかがやった方が。いえ、私と先輩で荒玉の動きを封じます。そこに背後から一撃を加えてください。もし仕留めきれない場合は私たちも即座に攻撃に移りますから。現状一番リスクなく荒玉を倒せそうだからね。わかりました。自信を持ってください。来ましたよ。前回の任務ではお二人にご心配をかけてしまいすみませんでした。いいのいいの、今日はいつも以上に冴えてたっていうかさ、違った視点で戦場を見てくれてたから助かったよ。戦いに集中しすぎて周りが見れない子もたまにいるからね。私もキトラ先輩のおかげでいい経験が積めましたし、ちょっと自信がつきました。協力があってこそですよ。都市の仕事は荒玉を払い清め人々を守ることですから。都市は力を合わせていけばいい。今回改めてその点に気づけました。必ずしも剣術で圧倒的な成果を上げずともよい。大事なのはより安全に任務をこなすことでしょう。戦術や部隊運用についてこれまで以上に学ぶことがきっと力になるはずです。なんかすっきりした顔してるね、今のキトラは。ええ、目指す方向が見えてきましたから。中等部3年の時に出場した御前試合、そして直後の任務が私にとって良い契機だったのでしょうね。ちょっと見るよ。聞いてる？聞いていますよ。2人の高校卒業後の進路についての愚痴ですが。進路調査って気軽に言われても困るのよね。大学進学の場合志望校も書けって言うし。あ、いっそ志望校欄に綾小路武芸学者って書いて提出しちゃうか。再入学するのが妹を見守るには最適だしね。担任教師にふざけてると思われますよ。そもそも姉が後輩になる妹さんの気持ちを考えては。喜ぶに決まってるでしょ。はあ、浦賀直も将来の夢や目標から逆算して学部を絞ってみたらどうですか。今は正論なんて聞きたくないの。そういうミルヤは進路とかもう考えてるの？私は都知の力を失ったらお刀の研ぎ師を目指そうかと思っています。あくまで一つの可能性ですが。家族が刀鍛冶研ぎ師なんだっけ？キトラさん自身も研ぎ出しできるんだよね。はい、今も腕が錆びつかない程度にはやっています。考え事をしたい時などはお刀と向き合い研ぎ出しをしたくなります。もちろん本職の方に時折見てもらっていますが。ミルヤ本当刀マニアよね。まあ知ってたけど。今後も赤羽島の研ぎ出しは続けていきたいですね。赤羽島を研ぎ再生することでお刀に認められる都市が増えるかもしれませんから、その助けをしたいと思っています。なんて真面目かつ明確な目標。なんか先生受けしそうですね。じゃなくてどうして高3の私たちよりしっかりとした進路を考えてるのですか？後輩の私が言うのもなんですが、しっかり考えた方がいいですよ。2人とも